はい、こんにちは。ちょっと動画にするつもりはなかったんですけど、すごい可愛く編めてきたので、途中からちょっと動画を撮ってみました。これ以前購入品紹介でもご紹介した大人グラデーションの毛糸なんですけど、カラーナンバー8番ですね。この毛糸を鎖編み80目で始めて、鎖編み一つで立ち上がって、あと細編みの畝編みでずっとここまで編んできたんですけど、このマーカーが入ってるところは後でちょっとちっちゃいミニバッグにしたくて、本当にちっちゃいんですけど、目を鎖編みで落として穴を開けてるところにマーカーをしてます。これは5目ずつ1,2,3,4,5の目で落として、6,7,8,9,10の目で落としてっていう感じで、5の倍数で端から数えて9つ目の目を両方落としていってます。で、前の動画で息子にニット帽を編んだ時に大きくぐるぐると編む方法だとせっかくのグラデーションがあんまり思ったように綺麗には出なかったので、帽子のリブの部分がすごい綺麗だったんですよね。ぐるぐる編む編み方もそのグラデーションじゃなくて色が綺麗に混ざったような色合いとしては綺麗だったんですけど、せっかくグラデーションという名前だからグラデーションにしていきたいと思って畝編みで進めていってるんですけど、これがどんな感じになるかっていうと、こういう形になって、ここの脇をまた目に合わせて細編みの畝編みで編んで、ここでくっつけようかなと思ってます。どうするかちょっとまだ悩んでるんですけど、内側に全部入れて閉じるか、もしくはもうあえて外へ出して中側だけ内側に入れて二体にするか。とりあえずは2つに折って、でここの開いてる穴に紐を通して巾着みたいな形のバッグにできたらなと思うんですけど、携帯が横に入れるぐらいの大きさにはしたいんで、もうちょっとこのぐらいまで編んでこようかなと思います。だいたいですね、ここら辺、この辺り、そうですね、この辺りで1玉分だったんですよね。なんでこのバッグ本体で3玉ぐらいかかるかなと思います。今2玉目であと残りこのぐらいしかないので、大人グラデーションの色番号は一緒でもグラデーションの出方が全然違うくて、1玉目すごい綺麗だったんですよね。グラデーションっていう感じで、でも2玉目はこの明るい橙色はあんまり出なくて、ちょっと暗い茶色みたいなぐらいで終わってしまって、でもこれはこれで可愛いかなと思って編み進めてるんですけど、3玉目編んだ時にどんな感じの色が出るか楽しみですね。終わりの1目の色に近い色から始まる毛糸玉を探して、多分これになるかな。毛糸玉を探してあんまり切らずに編めるように編んでいってるんですけど、今のところ全然切らずに2玉目はつなげていけたので
たちょっと編んでいこうと思います。もう編み図とかは必要ないと思うので細編みしかしてないですもんね。細編み、鎖編みしかしてないので、あとはどのぐらい編んだかと、ここにどのぐらいの大きさのを編んだかと完成品をお見せしたいと思います。はい、だいぶ編んできたところです。今立ち上がりだけしてるんですけど、このマーカーが入ってきるところは目を落としてこう穴を巾着にする紐を通すための穴を開けてるところなんですけど、この段で落とすところなんでちょっとやっていきたいと思います。って言っても鎖編みして落とすだけなんですけど、端から細編み1、2、3、4、5、6、7、8と編んでもらったら、ここで鎖編み1つします。で、ここの目を開けてもらって、次の目に刺してもらって、こういう感じで編んでいく感じです。端も同様で9つ前に鎖編みをして開けるっていう感じですね。また端っこまで編んでいきたいと思います。で、一応わからなくならないように、ここにはマーカーをつけておこうと思います。はい。また端の方まで編んできたんですが、この端っこの目から数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、手前の目まで来たところです。で、ここにまた鎖編み1つ編んでもらって、ここの目は飛ばしてもらって、次の目に細編みっていう形で最後の端まで編んでいきます。よいしょ。なんかその一玉一玉によって色の出方が違うんですけど、編み上がってくるとめっちゃ可愛いんですよ。グラデーションが伝わるかな。ちょっと色が飛んじゃって伝わりにくいんですけど、すごいグラデーションが綺麗で、細編みの畝編みにしてるんで、こう物を入れた時に細編みの筋がこう広がってすごい可愛くなりそうと思って編んでます。で、絶対前にもきっとお伝えしたと思うんですけど、携帯ははめたいので、携帯縦に入れちゃうとやっぱりこうしっかりはしてるんですけど、ちょっと形崩れが気になるんで、横にはめれるぐらいの大きさなんで、この辺ぐらいもうちょっと上ら辺まで編み進めていきたいと思います。で、端っこに編んだこと忘れないようにマーカーを刺しておきます。ちょっとマーカーだらけになっちゃいますけどね、もう穴がちっちゃいのでわからなくならないように全部の段に一応マーカーしてます。後で数えればいいだけなんですけど、やっぱりマーカーしてる方が分かりやすいので、これで編み進めていきたいと思います。はい、だいぶ編んできました。で、私の携帯がこのぐらいなんで、ちょうど収まるぐらいの幅にしてみました。何段編んだかっていうと、10、5、10、15、20、
25、30、35、40、45、50の1、2、3、4、54段畝編みで編んできました。で、とりあえずバッグの底と表と裏の部分はこれで終わりで、縛り落ちちゃった。こんな感じにこうなって、ここの横をまた編んでつけていく形になるんで、とりあえずここの部分はこれで終わっておこうと思います。そしたらよいしょ、もう一つ編んで糸を引き出して処理できるぐらいの糸を引き出しておいてカットしておきます。ここまでで結局2玉と、あと残りがこのぐらい余ってますね。3玉目の結構使いますね。多分もう持ち手もこれで、ここに持ち手をつける予定なんですけど、巾着にして持ち手も編むし横も編むしなんで5玉ぐらいで編めたらいいなと思うんですけど、とりあえずそしたらこれはこれで置いておきます。今度側面を編んでいこうと思います。はい、サイドの部分を編んできました。結局ここが33目で、横の部分が14段でやってみようと思います。で、ここも5段目と10段目のところに、端から9つ目のところに穴を開けてるようになってます。そしたら大きい方とこちらとつなげていこうと思います。で、つなげ方なんですけど、中表にしてもらって、で、ここの向こう半目と手前半目を引き抜き編みするような形でちょっとやっていきたいと思います。はい、そしたらこのサイドのところと大きいやつを合わせていこうと思います。こっちのサイドのところは向こう半目をすくって、この大きいやつの方は手前半目をすくってくっつけていこうと思います。そしたらしていきますね。向こうと手前、こうと手前、こうと手前っていう感じでずっとぐるーっとつなげていこうと思います。はい、こう引き抜き編みしてきました。で、この側面なんですけど、この細編みのラインにつき一つずつこの手前半目を拾っていく形で
ブルーの糸の手前半目とこっちの刺すところはね、これは別にどこでもいいんですけど、拾っていく感じにしていきたいと思います。底の部分なんで、一つの糸をすくうよりかは2本くらいすくってもらった方が安心かなとは思うんですけど、ここにしましょうか。見えますかね。で、ここのとこ1本が出てるんですけど、もう1本ぐらい適当なところですくってもらった方が底なんでいいと思います。下にすぐ出てる。これにしましょうか。あとこの糸を1本と上のとこの1本かけて、でブルーの手前半目を同時に引き抜きます。でこのところはどうしようかな。この入りやすいところでもいいかなと思うんですけど、ここにしましょうか。ここにスポッと入るところによいしょ。でまたっていう感じで底の面とくっつけていきたいと思います。はい、ぐるっと一周つなげてきまして、で糸処理も終わったところです。計算してるのでやっぱりぴったりつなぎ合わせることができました。でこれちょっと裏というか表なんですけど、表側に返していこうと思います。表側に返すと可愛いですね。底の形がやっぱりとっても可愛い感じに仕上がってると思います。これでトートバッグとかも可愛かったですね。そしたらここに2つこう持ち手をつけたいんですけど、イメージとしてはこんな感じの巾着バッグになるんですけど、ちょっとゴワゴワしすぎかな。とりあえず持ち手を編んでみたいと思います。持ち手はもう普通に引き抜き編みでずっと編んでこようかなと思うんですけど、ちょっとやってみたいと思います。はい、結局やっぱり同じ毛糸でこの巾着の部分は紐を作りました。鎖編みで130目編んで、この穴を開けていた場所に通してるだけです。で端にはセリアさんで購入したウッドビーズを1つつけてみました。茶色とかの方が合うと思うんですけど、ちょっとポイントで白とかでもナチュラルな色でも可愛いかなと思って今回はこの色にしてみました。でこ
こを持って移動とかでもいいんですけど、なんかちょっともうちょっと可愛く持ちたいなっていうのがあったので、ここに持ち手をつけようかなと思って今片方だけお試しで編んでみました。裏の邪魔にならないとこにこんな感じでつけて、様子見てみたんですけど、開けた時も可愛い感じがするのでつけていこうと思います。これは引き抜き編みなんですけど、ちょっと今から一緒にやっていこうかなと思います。ちょっと作っていきます。はい、そしたら編んでいこうと思います。まず鎖編みで80目編んでいきたいと思います。お好みの長さにしてもらって構わないんですけど、私はこう腕にバッグをかけてちょっと持ち歩きたいなって思ったんで、ちょっと今回は私の腕にかかるぐらいの長さにしてみました。1、2、3、4、5、78、80編んだら一つ鎖編みで立ち上がって、裏山にこのポツポツっとなったとこですねにずっと引き抜いていきます。よいしょ。あとは端までずっと一回引き抜いていこうと思います。はい、端まで編んできました。今編んできた目がこの一番外側の目なんですけど、よいしょ、ちょっとひっくり返してもらって、編んできた目がこの一番外側の目ですね。で、ここにもう一つ V になってる目があるんですけど、これの外側を今度はまた引き抜き編みで戻っていきたいと思います。で、一回鎖編みで立ち上がって、この外の V のとこですねをまたずっと向こうまで引き抜き編みをしていきたいと思います。引き抜き編みの方がなんかこう編み地がすっきりして、別に細編みでもいいんですけど、編み地がなるべくこうすっきりした方がいいかなと思って、今回は細編みじゃないや引き抜き編みをしていくようにしてます。また最後の端まで引き抜いていきます。はい、端まで編んできました。うっすらちょっとグラデーションが出ていい感じに可愛くなったんじゃないかなと思います。そしたら結構ちょっと長めに切らしてもらってカットしていきます。この糸端を利用して縫い留めていこうかなと思うんで、
最初に言ってなかったですけど、こっちも結構長めに残してもらったら、その糸端を利用してここバッグに縫い留められるんじゃないかなと思います。そしたらバッグに縫い留めていこうかなと思います。この端はさっきボンドでちょっと固めていたので、もういいかなと思うのでカットしていきます。端の処理はできました。こっちのバッグの中の縫い留める場所なんですけど、ここがサイドのつなぎ留めた場所ですね。だいたいつなぎ留めた場所からここが端の切り替えのところの端っこなんですけど、この端から数えて5、10、11、2、13段目に縫い付けようかなと思います。これはもうお好みでこう一回ちょっと試しに通してみて、どのぐらいの位置に持ち手が来るかなっていうのを見てもらったらいいと思うんですけど、私好みは端から数えて13段目ぐらいだったので、ここにこの開閉に邪魔にならないぐらいのところに縫い留めていこうかなと思います。そしたらそれほど太くなくていいかな。よいしょ。あとは適当に表地に響かないように縫い留めていってもらったらいいかなと思うんですけど、表見ながら表に響いてないかは確認してもらった方が良さそうですね。で、本体の方にで、表にも響いてないことを確認したら、もうここでカットしていこうかなと思います。よし。じゃあ、あとも同じようにねじれていないかを確認して、あと全部つけていこうと思います。はい。つけてこれました。今はこんな感じにつけれてます。で、手にも通る大きさなのでよかったです。で、締めた感じはこんな感じ。感じですね。で、スマホが入るかっていうのを気にして編んでたんですけど、私のスマホなんですが結構すっぽり入ります。で、お財布も2つ折りのものだったら結構すっぽり
入って、全然怖いことないですね。持った感じもきちっと留めてるんで、いい感じの可愛いバッグができたんじゃないかなと思います。よいしょ。はい、可愛く仕上がったと思います。他の色でも編んでみたいなって思うんですけど、結構時間がかかるので、またちょっと時間ができたら編んでみたいなと思います。結局何玉使ったんだろう。4玉かな。1、2、3、そうですね、4玉と待ったのがこのぐらいですかね。そうですね、4玉使いましたね。結構使いました。ちっちゃいバッグなんですけど、やっぱりこう結構伸びるんで、この分やっぱりいるってことですかね。でも結構見た目以上に入るし、けど見た目は華奢に見えるので、すごい可愛いんじゃないかなと思います。和装とかにも似合いそうですよね。可愛い感じで。はい。たら簡単な編み方、もう細編みと引き抜き編みと鎖編みしか使ってないので、簡単な編み方で可愛いバッグができました。長さ大体で測っておきましょうか。そこが大体18センチくらいで、縦が17センチくらいですね。まあ、ちって言ってもつながってるんであれですけど、こんな感じって思ったら、あっちはだいたい6センチくらいかな。で、持ち手の長さは出てるところが最終的にどのぐらいになったかっていうと、だいたい 23.5 ぐらいですかね。はい。かわいい。こう、キュッと締めてもかわいいですけど、ちょっと半開きぐらいで使うのもかわいいですよね。もしよろしかったら皆さんも作ってみてください。はい、ありがとうございました。そしたらまた